今日はちょっと薄曇り。ちょっと立科湖を歩いてきます。わあ、綺麗だな。すごいね。ここら辺のもみじはまだこれからだね。あ、まだまだ楽しめそうじゃん、これ。これからだね。へえ。あ、そうか。ここは標高1200、300だもんね。上が1500、600メーターが今見頃っぽいから、あと2週間ぐらいはいけそうだな。から11月の3連休もここもまだまだ余裕そうだ。おはようございます。おはようございます。ちょっと今俺朝さ、立科湖を散歩してきたんだけど、紅葉が結構まだだった。まだだね。してる木もあるんだけど、全く色がついてないもみじとかがあって、あと2週間は大丈夫そうだね。大丈夫というか、あと2週間はかかりそうだね。遅いね。なんでちょっと女神湖行こうかな。女神湖さすがに綺麗かな。ここと200メーターぐらい標高差があるからさ、もうちょっと登ってって紅葉を探しに行こう。はい。三社ヶ池なんかどうなんだろうね。もうそろそろかなと思ってたんだけど、まだちょっと早いかもね、三社ヶ池も。でも結構上だけどね。ここと一緒ぐらい。もうちょっと上なのか。そうだね。だと思うけど。1400ちょっとあるかもね。いいかもな。上の方は結構してるね、紅葉。本当だね。ここら辺だね、境は。ここら辺から全体紅葉してる感じだ。ピラタスだ。ここら辺綺麗じゃん。ねえ、綺麗だね。もうでもあと1週間って感じだね。さあ、一回ここ寄ってみましょう。綺麗だね。めちゃくちゃ晴れてる。いいじゃん。ここら辺は黄色くなるね、全体がね。そうそう。いいじゃん。さあ、まだまだ登ってきます。今ね、看板で標高1700って出てた。しかし長野県は本当にすごいね。
この標高が高いところに簡単に行けてそうそう。だってさ、ここ1700でしょ。うん北海道で1700って言ったらどこだ、あそこの旭岳ロープウェイの上の駅ぐらいじゃない確か、うんそうだよね。あとは岩手だったら八幡平の頂上だし、うん車だからね。しかも無料の普通の普通道路。の道路だからね、ここなんか綺麗だよ。ちょっと見てこう。すんごい綺麗な湖があったね。名もなき湖。うんうんすごいよあれ。後ろの山も綺麗だったし、あれ立科山かな、もしかしたらね。お、なんかここもスポットらしい。わ、すげえ綺麗だな。槍ヶ岳超綺麗に見えてる。すごいね。山よく見えてるね。ねえ。あ、この下あれか、白樺湖か。白樺湖はそうだよね。そこら辺だよね。おお、ここ綺麗じゃん。いろんな色混ざってて。さあ、抜けてきました。よいしょ。ちょっとまだだね、全体的に。全体的にそうだね。ねえ。女神湖のさ、向こう側、なんていうの、反対側っていうの。うんうんあっちが綺麗だからね。おお、綺麗だね。いいね。おお、綺麗じゃん。おお、いいね。わあ、ここ綺麗だね。すごいね。わかる？超赤、真っ赤。本当だね。すごいね。いや、綺麗だな、ここ。すげえ。
こは結構綺麗だね。ねえ。いいね。散歩するのにちょうどいいしね、うんうん、結構散歩道もあってさ。よし、では朝からもも行きます朝ソフトいいでしょ。いいよ、朝ソフト。ね。うん。今手がかじかんでるんだけどね。その中でソフトクリームを食べるんだね。そうこの前は長戸牧場で食べたから、うん。今日はもも。はい。すぐでしょ。もう左曲がってすぐだよね。あ、牛のとこ寄ってく。あれでいいか。ソフトクリーム買って戻ってきてここで食べたらいいか。溶けるか。まあいいか。じゃあ寄ってこうか。いっぱいいてすごいよ。なんか朝日に浴びてなんか白馬が輝いてるよ。ほんと。わあ、こっちは牛だっけ。そうだよね。うん。あ、お馬じゃない？牛？どっちだ。牛っぽいよね。あれ超混んでるじゃん。到着です。ほらみんな朝からソフトクリーム食べてるじゃん。ほんとだ。いっぱいいるよ。ほら大人気。ほんとだ。さあいただきます。うまい。ああすごいな米。どうだい？美味しい。美味しいよね。うん。みんな続々来るよ買いに。朝ソフト。10度で食べるソフト。でも日差しが暖かいからね、寒くない。すぐ溶けなくていいね。いいね。あ、そうだそうだ。あー、美味しかった。美味しかったね。今日はね、420円だった。うん。前いくらだったかな、ちょっと忘れちゃったね。昔は350、60円だったんだけどね。うんうん。まあそりゃね、全部値上がってるから。まあそうだね。ちょっとここら辺がまだ紅葉が早そうだから、本当は今日立科ぐるぐるして歩いたりしたかったんだけど、ちょっと紅葉がまだっぽいから車山の方行こうかな。はい。あっちだったらススキが綺麗でしょ多分、ね。この先だよね確かさ、ツタウルシがめちゃくちゃ綺麗だったところ。紅葉してきてますっていう感じだね。上の方ね。ああでもここ綺麗だね。綺麗だな。すごい。綺麗だったね。綺麗だったね。一瞬。やっぱ順番としてはさ、ツタウルシがまず赤くなって、モミジがなって、で白樺がなって、で最後にカラマツって感じだね。うわすごい。
ああ綺麗だね、うん、白樺湖も。白樺湖の周り結構早いじゃん、紅葉が。本当だね。水で冷たいのかな。どうなんだろうね。どういうことだろう。日陰？そんなことないね。そんなことないよね、今当たってるもんね。そしては登っていきます。ああここら辺もこれからだね。うん、もみじだもんねこれ。そうだね。でも枯れちゃってるのも結構あるね。そうそう、だから紅葉しないで落ちちゃうさ葉っぱもあるじゃん、うん、ねえ。もう知識がいいんじゃない。ねえ。ああいいね。いいよ。うん。すごい今日超綺麗。ね見て八ヶ岳もすごいね。え。すごいね。今日は上の富士見台行ったら富士山もよく見えそうじゃん。うん。いやー絶景だね。うん。いいねこっちも。天気良くて、やっぱ蓼科の紅葉がまだだったらさ、うん、こっちの方がいいね。そうだね。このすすきがまためちゃくちゃ綺麗ですよねさ、うん、すごいもんね。ただここは夕方来るとめちゃくちゃ綺麗だったね前。そうだね。ちょうどなんか CM の撮影してたじゃん、うんうん、エプソンか。エプソンの。そうそうエプソンの CM の撮影をちょうどやってたのがあれ夕方でさ、もう日没ぐらいだったじゃん。わあ綺麗だな。すっごいね。わあすごいね。めちゃくちゃ富士山雲海じゃん。ちょっと止まってみようか。うん。あここで止まれるじゃん。あコーヒー屋さんはやってない。残念。やってないか。コーヒーでも入れようかな。うん。ね。さあ朝ごはんにしようか。うん。コーヒーでも飲みながらね。うん。今日はこのブルーティーのごっついの持ってきてます。 AC200MAX は今まで使ってて、こっちすごいねこれ。ちょっとまだ置き場が決まってないんだけど拡張バッテリーです。すげえ。何その置き方。うん。ちょっとうまくできなかった。はい。AC オン。ほい。タッチパネルだからね。いいね。タッチパネル。あと、ソーセージも入れちゃおうかな。はい。余裕でしょ。これ AC200MAX だからさ、うん。出力も余裕だと思うよ。うん。いくつ食べる？ 4 本かな。うあ、でもお昼食べるからな。2本にしとこうかな。ん。いいの？うん。うん。3本でいいかじゃうん。あ。はい。800で。お、ファンが回った。何ワット出てる？ 1655。
2000ワットまで大丈夫だからね、余裕でしょ。すごいね。ね。あ、湯気出てきたけど大丈夫かな。ねもういい頃かな。ねおおー、美味し超うまそお、すげえ、それ超便利じゃん。う。うん、いいでしょ。うん、次はコーヒーです。結構寒いからね、まだ上は。じゃあちょっと食べたら出発しましょう。はーい。さあ、ちょっとさ、今日山がめちゃくちゃ綺麗だからさ、ここ止めてすぐ歩いてめちゃくちゃ綺麗なとこあるじゃん、反対側。そこ行ってみようよ。さあちょっと歩いてみよう。ああ、コロボックルもあるけど、まあいいか、さっきコーヒー飲んじゃったからいいよね。ここがいいんだよね。すぐ絶景を眺められるんだよね。長野の山一望、御嶽山からずーっと北アルプスまで。いやー、いいね。屋島湿原もバッチリ見えてる。よし、行きます。はい。いいね。うん。わあ、綺麗だね。綺麗だね。すごいすごい。よし、ではいつもの俺らの好きな踊り場湿原に降りようか。めちゃくちゃ気持ちいいからちょっとのんびりして、で下に降りてこうか。はい。でお昼ご飯かな、そんなんしてたら。そうだね。ススキの密度がすごいね。ここずーっと広いよね。広い広い。すごいね、ここは。ほんとここちょっとさ、道が変というかさ、細いじゃん。だからちょっと来づらいよね、知らないと。踊り場湿原の。そうそう、どこ行っちゃうのって感じじゃん。まあそうだよね。メインのヴィーナスラインからそれて。ちょっと止まってみるね、綺麗だから。
ではちょっとお昼ご飯を食べに諏訪湖の方に降りてきます。はい。一回上登ってずーっと霧ヶ峰通って、前行った真澄のところに行く道かな。さあ降りてきました。諏訪の方だよね。もう諏訪湖も近いでしょ。あ、諏訪湖も見えてきたじゃん。あ、本当だ。でちょっと諏訪湖の方に行ってお昼ご飯を食べようと思うんだけど、ここら辺のさ下諏訪とか岡谷とかがさ結構うなぎが有名なんだよね。昔から知ってたんだけど、結構看板があったりさ有名なお店が何軒かあるんだけど、でずっと行きたいなと思ってたの。だけどうなぎ高いじゃん結構。そうだね。結構高級だよね。そうちょっと食べたらさすぐ5000円1万円いっちゃうじゃん。なんでちょっと困ったなと思ってたんだけど、今日はどうしても食べたいでしょ。食べたいね。秋だし食欲の秋だから、ということでちょっとうなぎ屋さんに今日は行ってみようと思います。有名なお店が何軒かあるんだけど、多分一番有名なのがうなぎの小林かな、っていうお店が有名っぽいんで、ちょっとそこに行ってみよう。予約がね、予約してないけどどうなんだろう。めちゃくちゃ混むんじゃない、うなぎ屋さんって。多分ね。今もうちょうどお昼だしね。そう今ねそこが上諏訪駅なんだけど、こっからあとね5キロぐらい。行ってみましょう。もうこの近くだって。よく行くとこじゃんね、ここだって。あれだよね、前来たね。すぐそこなんだって。すぐそこでご飯も食べたよね。あ、本当だね。どれだ。ここ左？ここ左だ。まさにここの辺じゃなかったね。だっけね。ここでさ、前食べたんだよ。ここで食べたよね。美味しいところ。隣の隣だ。あった。うなぎの小林さん。今日はうな重3800円を2つ。いっぱいあるね。いろいろあるね。うな丼とかもあるしね。せいろ蒸しだって。蒸し丼ってなんだろう。湯葉のお刺身。肝焼きもあるって。お土産もあるんだね。そうそう。ほら。美味しそうだね。いただきます。めちゃくちゃいい匂いする。ふわふわだね。すごい。関東風かな。蒸してる感じだよね。でも焼いてもいいよ、ちゃんと。美味しそう。久しぶりだね、うなぎ。いただきます。だいぶね。美味しい。何年ぶりっていうレベルだよね、多分。すごい油。ふわふわ。うまい、これは。やっぱ違う。スーパーそりゃそうでしょ。全然違う。2、3年ぶりじゃない、多分。前蓬莱軒で食べたじゃん。そうそう、蓬莱軒でね、いつもは。名古屋のね、ひつまぶしね。ひつまぶしね。これはおいしい。野沢菜と。最高だ。あ、うまっ。やばいね。美味しいでしょ。あそこの三重県で食べるね、そういえば。三重でも食べたね。そうそう。美味しいの。三重も多いんだよね。津が多いんだよね、結構。でもここら辺もいっぱいあるからね。そうなの。結構看板でよく見るよね。なんだろう、下諏訪とかにあるのかな。岡谷とか。お吸い物。湯葉。あ、そうかもね。ほら。食べちゃった。めっちゃくちゃ美味しいよ。お吸い物もめちゃくちゃ美味しい。美味しかった。美味しかった。超うまかったね。美味しかったね。一口目の感動があったね。パリふわっていう。そう。美味しかった。やっぱうなぎはさ、お店で食べるに限るね。いや、スーパーのも美味しいんだけど、やっぱ全然違うね。やっ
かでもだってプロが焼いてそのままさすぐ出てくるからそりゃ美味しい。なんかねお城があるじゃん。高島城。そこの近くに新しいカフェができたらしいんだけど、ちょっと行ってみようかな。あ、それに？オッケー。どんくらい？あとね4キロ。10分ぐらい。行ってみようか。ミクロカフェっていうところ。食後のコーヒーかアイスか。アイスもなんか熱いもんした。なんかすごい熱いね。上10度とかでさ、涼しい、寒いなって言ってたのに、下これ何度なんだろう。半袖でも暑いよ今。もううなぎ食べてたらすごい汗かいちゃった。隣の人ずっと仰いで暑いなって、家は涼しいけど暑い暑いってで地元の人も多かったね。なんかこの下諏訪とかさ、諏訪ここら辺かな、この周辺はまだまだ行ってみたいさレストランがいっぱいあるんだ。ね、結構イタリアンとかね、フレンチとかいろいろあるの。で見てたら平日結構休みのとこが多くて、で今日休みのとこが結構いっぱいあったから、今日はダメだったんだけど、なんかいっぱいあるレストランも多いね。美味しそうなのが。高島城、諏訪城って言った方が分かりやすいよね。分かりやすいね。ここを行ってすぐって言うんだけど、これだな。これ？これ駐車場広いね。あれじゃん、これミクロ発電の工場じゃないのこれ。すごいぞ。ミクロカフェ。ここでいい。何これ超綺麗な。もっと何かなのかしら。いや多分ね、2階がねミクロ発電ってあれじゃない？会社？バネでしょ多分発電だから。行ってみよう。すごいね、めちゃくちゃおしゃれ。カフェなんだね。駐車場が広くて何よりいいね。そうそうそう。なんか綺麗だね。おしゃれだね。いちじくの焼きタルトです。それよりもこれよ。やばくないこれ。見てよこれ。うわ。このフロートは安いよ。690円ぐらい。690円。390円にプラス300円でアイスをつけれるんだけど、もりもりなのそれが。しかもコーヒーアイスだね。待って、やばいやばいこれすっごいよ。超うまい。美味しいね。バネコーヒーを使ったコーヒーアイスなんだって。でそのバネアイスっていうのが、バネコーヒーっていうのが丸山コーヒーに作ってもらってるんだって。で下がバネコーヒーで、そちらはアイスコーヒーだよね。これは丸山コーヒーのアイスカフェラテ。カフェラテが500円。安いじゃん。であとこれが焼きタルト、いちじくの焼きタルトが560円。そうだな。これも何ここ入り口がさ、そこでさ、左というか1階にカフェがあるの。で右にも道があって行こうとしたらさ、会社だった。ミクロ発電の入り口だった。そうなんだ。だからお客さんとかみんなここ通っていくわけでしょ。よくあるじゃん、会社のエントランスがあってさ、左が食堂になってたりするけどさ、そこがカフェになってんだもん。これ市役所だしね。あ、そうなんだ。本当だ。目の前諏訪市役所じゃん。本当だね。待ち合わせとかさ、時間潰しにもいいね。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。それは美味しいでしょ。これもどうぞ。丸山美味しいな、やっぱり。美味しいし、ここのカフェすごいよ。ストローのサイズを変えてるのわかる？こっちはちょっと細くして。なんでこのミクロ発電の1階がこんなカフェなんだろう。どういうコンセプトなんだろうね。どう？
おいしい。あれまだ行ってないんだけど、1時間にね。うん。この下が美味しい。なんかポテト、さつまいも。あちょっと待って。うまそあららら。う。すごいこれね。生地。ちょうだいちょうだい。いいよ。はい。下の生地が美味しい。うまいな。美味しい。こってりだね。これはこってり濃厚なんだけど、甘すぎない。おやつに。あ、超うまいね。この1時間しっとりでさ。まだ食べてないもん。うまいね。うん。あ、甘さ控えめ。ね、そうそうそう。すごいこってりで、甘いかなと思ったこってり濃厚なのに甘さ控えめなの。うん。あ、美味しいこのケーキ。こうたまらないな。うん。最高じゃない？うん。高島城からも近いしさ。もう、徒歩ね、 3分。そうそうそう。でこんな外のテラス、まあこれから寒いけど、秋はまだまだ行けるし、いいね、ここ。さあ、行きます。いや、ここ超良かった。ねえ、ゆっくりすできたね。ごかった。何これ。なんか会社の1階だもんね。会社の1階でね、うんなんか変な感じどうだよね。いうシステムなんだろう。もう不思議でしょうがないんだけど。ねでというより、これどの会社もやったらいいのに。うんうん。よくさ、ニュースになるじゃん。Google の食堂とかさ、Yahoo の食堂、まあアメリカのサンフランシスコの方のさ、食堂がすごいみたいな、100円で食べれるとか食べ放題とか、そういうのよく見るけど、で日本もさ、結構大手は食堂が充実してたりするでしょ、でなかなかそういうの開放してないじゃん。まあそれも福利厚生の一環だからさ、社員用だから難しいけど、まあそうだよね。だけどここなんかすごかったね。不思議だった。不思議だね。美味しかったし、そうそう、なんかもう丸山コーヒーが、丸山コーヒーもだし、八ヶ岳牧場の牛乳使ってたし、なんかここら辺の地元のさ、長野県のいいものといっぱいコラボしてますっていう感じの。いやーよかったね。よかったね。テイクアウトもあるしね。いいよね。では今日はブルーティーのね、拡張バッテリーのご紹介をしたいと思います。はい。めちゃくちゃ大きい。容量がね、ここに書いてあるけど 2764.8Wh。でモデルがね B300K っていうモデルになります。はい。でこれ単体ではあまり使えないのね。でまあスイッチとか電源はここにあったりするんだけど、長押しでついたりはして、で USB-A のポートがあるから USB-A を介して電気つけたりちょっと携帯充電したりとかっていうのはできるんだけど、であと単体の容量がどれくらいかとか見れるんだけど、基本はブルーティーのこういう大きなポータブル電源につないでエクストラバッテリーとして使うような用途になります。はい。でこれにするメリットが、これを2台持つとさ、無駄なところがいっぱい増えるのね。インバーターの部分とか、そういう部分がいらないんでこっちにしましょうと、まあそういうような製品です。単純に容量だけを増やしたいってことね。そういうこと。でこれを最大この AC200MAX だったら最大この B300K っていう拡張バッテリーを4台つなげるの。1234台と。でそうなるとこれが 11,059Wh、11kW。すごいね。もうちょっとした PHEV みたいな車ぐらいのさ容量になってくるよね。っていうような使い方で、接続方法はめちゃくちゃ簡単で、こういう付属の線が1本ついてるんだけど、めちゃくちゃごっつい線。ね。P90A っていう線なんだけど、なかなか見たことがない太さだね。そう。で、多分ね、相当流れるんだと思う。電流がね。で、まあ、安全はね、すごい考えられてて、もうこういう感じで、カチッと刺すだけなの。ここに、この横っちょにね。で、こうカチッと刺して、このロックをするんだけど、ロックがしないと、この電源が認識しないようになってる。だからこれをロックしないままこう刺して、こうちょっとゆるゆるしちゃったりした時に、すごい危ないでしょ。だからこれカチッと刺して、これでロックしたら、もう絶対これで外れなくなるから、このロックを入れない限りは使えませんと。そうなんですごい安全設計はバッチリです。はい。でこのね横にね、その実際この
線を刺すところがあるんだけど、うん。二口ついてて、うん。左側が拡張バッテリー同士をつなぐ。だからもう一個拡張バッテリーがあったら、ここと左側を両方つなぐと。うんうん。うん。で、この右側とこの本体をつないであげるの。っていうことになります。なるほど。うん。AC200MAX のここにもね、二口ついてて、B300 系の右側とここをつないであげる。で、もう一個拡張バッテリーがあったら、もう一個こっちにつないであげると。ちょっとつないでみます。こっち側ね、こことつないであげると。ちょっと狭い。まあいいか。こんな感じ。これでとりあえずつながったでしょ。で、ロックを絶対してあげると。これをするともう取れませんと。で、こっち側もさせてあげるだけです。こんな感じで、ロックすると。OK。あ、ちょっと待って。一回抜いてみるね。今ここ 37% でしょ。一回抜くね。抜かなくてもいいのかな。これでロックを外したんだけど、そしたら今 10% って出るでしょ。だから今このバッテリー自体は容量 10% しかないの。それつなげてみてもう一回。そうそう。で、これ AC200MAX の 10% だから、あと 204Wh ぐらいしかないと。そういうこと。で、これをじゃあオンするね。ロックを入れます。そしたらここが増えるはず。37%。7、80% あるんじゃないかな、今。残量が。で、それは、ここを押してあげたらよくて、37% を押すと、こんな感じで、電池残量が1が 11% で、2っていうのが拡張バッテリー。今 64% 残ってますよと。っていうことです。で、これ気をつけないといけないのが、あれなんで 60% もね、余ってるやつをつなげたのに 40% 弱しかないんだよっていう話じゃん。で、これ自体は 2048Wh の 37% 残ってますよじゃなくて、2048Wh 足すこっちの 2764.8Wh を足した合計の 37% が残量です。なんで 2048Wh と 2764.8Wh 足すと、だいたい 4812.8Wh か。1780Wh ぐらいかな。が今残量としてありますよっていうこと。そういう表示です。結構、ちょっと一瞬ややこしいよね。あれってなるよね、一瞬。そうだね。でもそういうこと。すごいでしょ、でもこれ。すごいね。無敵でしょ。で、これアプリも見れて、携帯 4% だってやばいね。待ってね。で、これ Bluetooth のアプリもあって、ここを押すと、で、今 AC200PL と AC200M って出てるんだけど、この車 AC200PL っていうこれと同じぐらいのバッテリーをもう一個積んでるんだけど、で今は AC200MAX の方です。で、こうすると残容量が出ると。で、これもここ押すと、バッテリー1、こっちね、本体。でバッテリー2が拡張バッテリー 64%。全部詳しく出ます。ステータスも。で、最後にね、この B300 系の仕様をちょっと簡単にご紹介しておきます。モデル名が B300 系。でバッテリー容量が 2764.8Wh で、システム電圧が 51.2V だ。の 54A だね。バッテリータイプはリン酸鉄リチウムイオン。で、重さが約 29.5kg。30kg 弱なんで結構ずっしりだね。まあだけどこんなんはもう持ち歩く用ではないんで、据え付け用なんで。で、結構平べったいからね、いろいろ置きやすいと思う。まあただこの線の制約があるから、この2台は遠くには置けないけど、で、ちょっと今回ね、これもちょっと今後使っていく上で、キャンピングカーにどう置くか考えていかないとダメなんだけど、で、サイズが、525mm の、こっちだね。で、奥行きが 327mm。
で、高さが209ミリです。はい。で、充電の温度が0度から40度。で、放電、使える温度がマイナス20度から40度までです。で、あとここについてる、USB-A が、最大 12W だね。5V の 2.4A のポートが一つついてると。そういう仕様になります。リン酸鉄リチウムイオンだからね、繰り返しも4000回以上使えるんで、10年以上は余裕で使えるかなというような仕様です。はい。この B300K が使えるポータブル電源が、ブルーティーの AC300、AC500、それからこれだね、AC200MAX。で、それから AC200L と、今うちが持ってる AC200PL っていうやつだね。これが今の段階で使えるのはこの機種になります。はい。はい、で、あとはポータブル電源によってつなげる拡張バッテリーの数っていうのは変わってくるんで、で、例えばこれだと最大4台使えるんだけど、AC200L だと、ここの入力ポートが確か1個しかないから、2台しかつなげないはず。で、AC500 だと6台とかつなげるようになるみたいなんで、6台って言ったらね、めちゃくちゃでかいし、結構重量も出てくるから、そうだね。もう車というよりはもう家庭用だよね。家でもう完全にオフグリッドで使うみたいな、そういう使い方かなと思います。はい。結構今ね、うちこの AC200PL をメインで、このキャンピングカーは使ってて、ソーラー入力を使ってるでしょ。400W のソーラーをつないでて、200から300W ぐらいで充電されて、なんかいつもね、100% なのも夕方になると。で、朝になると 80% とか 70% とか、70%、60% ぐらいになってるかな。冷蔵庫とかいろいろ使って。で、雨の日だと2日ぐらいで結構きつくなってくるんだよね。だけど、晴れてたら 100% にだいたいその日のうちになってて、ちょっともったいないなと思ってたの。だけどこの拡張バッテリーがあったらほぼ2台分なんで、これ2つをやっとけば2日ぐらいで満タンになって、そうしたら雨が4日ぐらい続いても大丈夫な計算なんで、そうなるともう完全にソーラーだけで賄えるかなっていう感じ。夏のエアコンとか使わない条件でね。っていう感じなんで、だいぶこれは重宝するかなと。いいね。助かるよね。そんな感じです。はい。今日はこの拡張バッテリーのご紹介でした。はい。